はいどうもです。今回はですね、こちら、笛鯛っていう食材ですね。ということで、まずは家計図からご覧ください。さて、今日から通常に戻っていくんですけども、今日の動画はですね、水中銃を整備して磯マグロを狙いに行った時の動画になっております。ということで、潜行開始。岩の隙間にちらっと魚が見えたので、それを目指して潜っていってます。いやー、実はですね、磯マグロは取れなかったんですけど、いろいろと魚が取れたりはしてたんですよね。ヒット。さて、何が取れたのでしょう。画面中央部に注目です。ヒット。こちらはアジアコショウダイ。味自体は結構美味しい魚なんですけど、皮目に寄生虫が入ってることが多くてなかなか安いんですよね。競り出したんですけど2、300円でしたね。さて、何やら大きな魚が岩の中に入っていくところが見えました。これを狙っていきましょう。潜行開始。今日は臨場感を味わってください。着くまではノーカットです。魚が入っていた穴の中を照らしてどこにいるのか探していきます。まずは左側から見ていきます。この時ちらっと右奥にいるのが見えました。体勢を整えます。穴に銃を突っ込んでしっかりと狙いを定めてヒット。勝る視点も見てみましょう。何やら大きな魚の頭が見えました。穴に銃を突っ込みます。いました。ヒット。しかしこっからが本番。これを取り出すのは骨が折れます。とりあえず思いっきり引っ張ってみます。と、ここで呼吸が苦しくなってきました。たまらず浮上します。いけるかこれ。苦しい。カメラマンもたまらず弱音を吐いてしまってます。さて2回戦です。ここで取り出したいところ。水深は12メーターほど。海底との往復だけでも25メートルプールに相当する距離を泳がなくてはなりません。かなり奥に入ってしまっているので、できる限り体を突っ込みます。ただ全く抜ける気配はありません。これは厳しい戦いになりそうです。息の限界が来ました。一旦浮上します。さて3回戦目。いやー、あと5センチ手が長かったら簡単に取り出せるんですけどね。弱音を言っても仕方ありません。抜き出すしかない。どうやら無理やりやっても取り出せそうにありません。シャフトの引っかかり方をじっくり観察して解決策を探ることにしました。またもや一旦浮上します。そして4度目。ついにその時が来ました。抜けました。さて、こちらは知る人ぞ知る高級魚、笛鯛です。よしよし笛鯛。
早速脳天締めをして血抜きをしていきます。いやー、20分ぐらい取り出す格闘してたんで、もう感動もひとしおでした。無理かと思った。それでは陸に戻ってさばいていきましょう。はい。ということで今日はですね、4キロの立派な笛鯛ということで、皆さんご存知ですか？こちらの魚なんですけども、まだ知る人ぞ知るぐらいなのかな。結構な魚好きな人が、一番うまい魚何って聞かれた時に、笛鯛かな。っていうぐらいの、本当に、知る人ぞ知るうまい魚みたいな感じで、島だとね、そんなに値段はしないんですけども、東京とかで買うと、このサイズでもどうだろうな。えげつない金額になるはずです。前にやった、くっさ、なんやこれって言ってた、波笛鯛とは別の魚でめちゃくちゃ似てるけど、全然別の魚です。最高にね、うまいはずなんで今日はね、楽しみです。はい。ということで早速、観察していきましょう。はい、こちらが全体になります。で、笛鯛科の魚はですね、結構みんな似たような見た目をしてるんですけども、笛鯛はですね、わかりづらいんですけど、背中にね、白い点があるのが特徴的です。これがあるのがね、笛鯛ですね。ここに白い点があるからね、島の人は白点とか呼んでたりします。で、逆に、ここに黒い点がある、黒星笛鯛っていう笛鯛もね、いるんですよ。でも、頭がでかいですよね。1、2、3頭身ですね。お腹はね、何が入ってんのかな？結構硬いんですけど、これ多分ね、腹骨が硬いだけで空気なんじゃないかな。はい、ということでですね、結構普通な見た目をしてるんで、そんなに説明することがないんですけども、笛鯛はね、お腹の中がすごいね、面白いことになってるんで、ちょっとそこをね、皆さんお楽しみにといった感じで、今日は最高峰の魚、笛鯛をさばいていきましょう。はい、それではですね、鱗を落としていきます。飛び散らないように今日は上下にね、ギコギコやっていきましょうね。もうね、鱗を飛ばすと掃除がね、大変なのよ。この上下にある一番飛ばない方法でね、やります。でも、波笛鯛と比べて全然鱗取りやすいですね。かなり剥がれやすいです。穴の中で暴れさせたからもう半分剥がれてたのかな。よーし、洗い流していきましょう。はい、それでは綺麗になりましたと。ここからね、お腹を開いていきましょう。結構衝撃的だと思います。2年ぐらい前に笛鯛1回やってるんです。覚えてる人は2回目だと思うんですけど。あれ？なんだ？これは浮き袋ですかね？あれ？ちょっと思ってたのと違いますね。とりあえず見ていきましょう。こちらは、白子ですね。白子です。白子なんでね、2つありますね。残念だな。ちょっとこのオレンジ色のが見えると思うんですけども、これ何かわかります？皆さん。このオレンジ色の物体。これですね、実は内臓脂肪なんですよ。笛鯛はですね、オレンジ脂肪がオレンジ脂肪じゃない。笛鯛は内臓脂肪がオレンジ色の世にも珍しい魚なんですけども、魚なんですけども、全然脂が乗ってないという。残念ですね。肝臓と、これ腸ですね。で、胃袋は何か入ってるのかな？何食べてるんだろう、これ。何か全然わかりませんね。何かの卵かな？ちょっとよくわかんないものを食べてますね。はい、それでは、エラを切っていきます。硬いですね、やっぱこのぐらいのサイズになると。じゃあ、エラを外していきましょう。今ね、下顎部分と膜を切ったんで、あと上しか繋がってないんで、あとは手でいけるはずです。よいしょ、取れました。ほら、ここにもちょっと脂肪がついてますね。何の色なんだろう？アスタキサンチンとかなのかな？コメント欄で内臓脂肪の色素の成分募集してます。固定するんで、ぜひ教えてください。では、ここ、浮き袋があるんで、浮き袋も外していきましょう。で、これ血合いを洗い流していきます。はい、それでは頭を落としていきましょう。硬いな。じゃあ反対側いきます。頭でけえなこいつ、本当に。ほとんど頭なんだよね。
よし、頭が落ちました。はい、それでは頭を落とし終わったんですけども、今日はですね、せっかくいい魚ということでですね、3日ほど熟成していこうかなと思います。熟成するんだったら、内臓とエラだけ落としてね、そのまま熟成した方がいいんですけども、せっかくこんだけいい魚なんでね、半身を友達にあげて、そっから熟成していこうかなと思います。ということで、下処理してね、熟成していきましょう。これは楽しみだ。はい、それではですね、2枚におろしていきます。魚の身はすごいね、酸化しやすい身質をしてるんで、空気に触れないようにね、していかないといけないんですね。そう、空気に触れると匂いが出ちゃうんですよね。なんで熟成するときは、あんまり断面がね、少ない方がいいんですよ。じゃあ背中側もおろしていきます。さて、腹骨は硬いんで、ハサミで切っていきます。OK。はい、それではおろし終わりました。こんな感じで空気に触れた面からどんどんね、匂いが出ていっちゃうんで、熟成する側の身はこうやって背骨をつけたまま空気が触れないようにしておきます。こうすれば空気に触れて劣化しちゃうのはここだけ。この断面だけになるんで、この断面以外は食べれます。はい、それでは、キッチンペーパーでなるべく水を拭き取っていきます。水分が、雑菌が繁殖する原因になるんで、なるべく拭き取っておきます。じゃあですね、キッチンペーパーで巻いて、ラップでくるんでいきます。あ、ラップって難しいですよね。本当は真空パックとかでやりたいですよね。めんどくさいんで。ラップって難しいですし。はい。OK です。これを冷蔵庫で3日ほど置いていきます。で、あと頭ですね。もちろん三頭身の魚、頭を食べないわけにはいかないということで、頭を割ってね、熟成しときましょう。熟成っていうのか知らないけど、放置だけどね、これに関しては。滑らないように、キッチンペーパーを下に敷きます。はい。これで OK。これ、口持つとね、手が痛いんで、キッチンペーパーで持ちます。では割っていきましょう。硬いです。ハサミで切ります。勢いです。これはもう頭が割れました。で、これ下顎がつながってるんで、下顎も叩いておきましょう。はい、OK。頭もね、これ最高にうまいはずですよ。はい、ということで、2日経ちました。ごめんなさい、皆さん。3日は待てん。無理。楽しみすぎるもん。ということで、早速、開封していきましょう。本当に、長期熟成する人とかって、すごいよな。十何日とか待ってるわけだもんね。すごいと思うわ。絶対待てないもん。そんなに。お、いい感じですね。結構水出てますね。じゃあ表面をね、洗い流していきましょう。一応ね、なんか細菌とかが繁殖してる場合がありますからね。食中毒予防で。こっちも洗っときましょう。はい、ということで洗い終わったんですけども、まずはですね、頭の煮付け。こちらから作っていきましょう。まずはですね、霜降りっていう作業からしていきます。セット。一旦ね、お湯を沸かしていきます。はい、それではお湯にくぐらせて表面だけ茹でていきます。まずいぞ。でかいな。でかいな。オッケーオッケー。ちょっとやりすぎな感じもある。こんな感じで表面だけ茹でると余分なね、臭みを飛ばすことができるんですよ。これをするかどうかで結構ね、臭みが変わってきます。で、霜降りすると鱗が取りやすくなるんで、鱗を取っていきます。やっぱね、口に鱗が入ってくるとね、不愉快ですからね。なるべく取っていきましょう。そしたらですね、ヒレ邪魔なんで切っときましょう。結構ね、顔が大きいんで、別に悪口言ってるわけじゃないですよ。シンプルに顔が大きい魚なんで、ヒレがあると鍋に入んないんですよ。オッケー。それではね、生姜を切っていきます。じゃあ生姜を入れていきます。多いかな？いいだろう。ほんで、水を入れる。でかいな、こいつ。で、茹でていきます。よいしょ！オッケー！はい、着火。ちなみに、島の飲食店やってる人が、笛鯛は煮付けが一番うまいって言ってました。めちゃくちゃ楽しみです。すごいな、この魚。アクが全然出てこねえ。こ
理がいい証拠ですかね。無駄に自画自賛しておきました。はい。本来はですね、ここでアクを取る処理をしていくんですけど、本当なぜか出ないんで、もう味付けに移っていきますね。まず、料理酒、少々。醤油。で結構水多いんで、醤油は本気出します。相当入れないと味付かないですね。で、三温糖を入れていきます。茶色い砂糖ね。で、最後みりんですね。本当はね、濃い口醤油とかでやった方が、俺的には好きなんですけど、ちょっとなかったんで、シャーなしです。で、これで、しばらく茹でて、完成です。はい、それでは2品目。刺身いってみましょう。これはね、絶対に美味しいと思います。切ってみましょう。めちゃくちゃ楽しみなんですけど。お、包丁の切れ味が今日めちゃくちゃいいぞ。反対側。で、この腹骨を切っていきます。ここはね、もうギコギコやったら切れます。結構ね、でかい魚だと、このスッとは切れないんですよね。はい、そしたら腹骨をすいていきましょう。ここもうまそうだな。塩焼きにして食いたいな。そしたらですね、ここ血合い骨も落としていきましょう。意外とこの辺ぐらいまでしか入ってないかも。よし、じゃあ皮を引いていきましょう。じゃあ反対側も行きますか。反対側こっち向きで引いてみようかな。こっちの方がかっこいいっすよね。やっぱ。こっち向きの方がかっこいいと俺は個人的には思ってます。あ、ですが難しいですね。失敗しました。かっこつけるとね、ダメなんですよ。やっぱ失敗しちゃうんですよ。慣れてることやんない。慣れないことやると恥ずかしい思いしますね。オッケー。この魚筋がありますね。じゃあここの縁側取っていきましょう。この魚、縁側全然脂ないですね。なんか魚って縁側に脂が乗りやすいですよね。カレイとかヒラメとかもさ、縁側脂だらけですもんね。でかいです。ものすごく。ちょっとね、でかいと食べづらいんでちっちゃくしていきましょう。こんぐらいかな。じゃあ切っていきます。もう綺麗な身だね、やっぱり。さすが高級魚といった感じの身ですね。めちゃくちゃ綺麗。よいしょ。で、こっち側も切りますか。こんな感じでいいですかね。はい、それでは完成しました。いただきます。いやー、最高峰と呼び声高い笛鯛、楽しみですね。まずは刺身からいきましょうね。いただきます。確かに、すごいね、上品な旨味だし、食感も良くて、ぼちぼちうまいんですけど、やっぱり、卵だったっけな白子だったっけなどっちか忘れたけど、やっぱりそっちに栄養がいってしまってる分、やっぱ油も乗ってないし、一つパンチに欠けるかなっていうような味になってますね。うまいはうまいけど、全然想像してた感じとは違いますね。やっぱ三番機はね、どの魚もダメなのかな。やっぱ正確に伝えた方がいいんで、正直に言います。ぼちぼち美味しいぐらいです。そこまでかなって感じ。じゃあ、煮付けいきましょう。かった全然切れない。直接いこう。ブリッブリやな。皮がね、もう耳側みたい。コリッコリ。なるほど。正直に言います。普通です。なんかちょっと、めちゃくちゃ楽しみにしてたから、ちょっとショックだな。食感が鶏肉っぽいね。すごい食感してる。し、皮もめっちゃ硬いから、普通の魚に味が入るぐらいの時間で今煮たんですけど、全然味が入ってない。薄い。この魚は、味が入りにくいのかもね。
ちょっとショックだな。めちゃくちゃ楽しみだったのに。ショックだよ。はい、それでは、ごちそうさまでした。ちょっとショックだね。多分なんですけど、シンプルに時期が悪かったですね。やっぱりね、どんだけ高級だったり美味しい魚も、産卵期は油が乗ってないし、魚の栄養分が卵の方に行っちゃうんで、どうしてもね、味が落ちるんでね、仕方ないのかなっていう感じですね。ちょっと、冬場、油が乗ってる時に、またリベンジさせていただきたいですね。やっぱね、めちゃくちゃ美味しいって言われてる魚でも、やっぱ時期によってこんだけ味に差があるんですね。びっくりした。ショックだ。今日も一ついい学びになりました。ということで、今回こんな感じで動画を終わらさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは、